BF5。こんにちは。F5 ジャパン DX チームのジョーです。福岡の辻です。なるほど。今回のテーマはフォワードプロクシーでしたね。そのため、いつもの伊藤ではなくて、プロクシーエキスパートの辻さんが紹介してくれますね。はい。というわけで、いつものセキュリティスタックの図をどうぞ。フォワードプロキシーは、ほとんどの企業が利用しているネットワークとアプリケーションの両方を守るソリューションです。かなり昔から使われ続けている技術です。そうですね。うちも十数年の間ずっと使ってますね。そこで質問。フォワードプロキシーは何のために使ってますか？まずは Web アクセスを早くして、送受信するトラフィックによるネットワークの負荷を減らすためにキャッシュですね。というわけでパフォーマンスですね。他には？そうですね。ユーザーが見たりダウンロードしたりする Web ページのログを記録します。例えば、セキュリティ問題が発生したとき、分析としてそのログを使います。そうです。プロキシは早い段階からセキュリティ要素も入りました。そういえば、URL フィルターも導入し、追跡だけでなくて、怪しいサイトをアクセスする前に通信を止めることもしています。そして、今の時代には欠かせないのですが、SSL の暗号化通信はプロキシでどう対応してますか？それは前回のリフレッシュで行ったんですが、SSL 対応のプロキシハードウェアを導入しました。そして、そういえば、もう数年経ってるので、そろそろまたリフレッシュ時期が来るな。今度どうしようかな。同じハードウェアを、最新版にしていいのかな。数年前に導入したものでしたら、まだクラウドとか SaaS とかは本格的に利用することは少なかったんじゃないですかね。次にリフレッシュするときに考えるべきなのは、今のネットワーク環境がどうなっているかということです。なるほど。今はとにかく SSL は至るところで利用されてますので、SSL 対応が大前提です。また、今までのプロキシと同様にアクセスログと URL フィルターも効率よく高パフォーマンスが出せるものが必須。さらに SaaS をはじめ多くのアプリケーションが独自の認証方法を持っています。できればそれをまとめてシングルサインオンをプロキシしたいな。そしてシングルサインオンができたら将来的にゼロトラストも導入してみたい。そこまで考えると今の URL フィルター以外に他のセキュリティソリューションとも連携して一箇所で SSL をほどいてチェックできたら最高。そしてやっぱり今といえば事務所も増えたし、クラウド上で構築した業務アプリもあるし、最近は COVID-19 関係で在宅勤務のユーザーもたくさんいます。したがって一つのデータセンターの中で従来のように全てのトラフィックを処理するのは無理で、いろんなクラウドにでも構築できるようなプロキシが欲しい。もはやプロキシサーバーに求めるには無理あるね、この要求は。そうですね。確かに汎用 OS とかをベースにしたいわゆるプロキシサーバーだと無理かもしれませんけれども、あらゆるプロトコルを高速に転送する。その目的で設計されている、なんですかね、プロキシ専用機。これならば大丈夫です。F5 ビッグ IP のローカルトラフィックマネージャー、略して LTM がまさにそうです。すべてのプロトコルの間に入って中継をしてデータを高速かつ低遅延で転送できます。さらに SSL を使った暗号化通信の場合でもパフォーマンスを最大限に保つことができる専用機です。LTM という優れたプロキシがベースになっているので、キャッシュ、URL フィルター、シングルサインオンなどを追加しても最大パフォーマンスを続けることができます。というわけで、最高のモダンアプリケーションプロキシを作りたい場合、まず LTM を使って、さらに SSL 機能を活用しますね。その際、URL フィルターはどうすればいいんでしょうか？
F5 が提供している URL フィルターリストが利用できますし、第三者のものと連携することもできます。HTTP 以外のプロトコルサポートやアクセスログはどうですか？ BigIP ではいろいろなプロトコルをサポートしていますし、ロギングについてはハイスピードロギングと呼ばれる機能を使って SIEM ですとかその他のログ分析ツールへ全てのアクセス記録を転送できます。じゃあ SaaS や他の認証が必要なサービスでの対応は？アクセスポリシーマネージャー APM という機能を追加すれば様々な認証の仕組みとも連携できます。さらに APM は今後検討しているゼロトラストにもそのまま使えるよ。なるほど。じゃあ、マルウェア対策やこれから出てくるであろうセキュリティソリューションとの連携は？ SSL オーケストレーター SSLO という機能でできます。サービスチェーンという仕組みを使って BigIP が SSL の暗号を一旦ほどいて、それをセキュリティデバイスに渡して順次確認をしてもらった上で、戻ってきたトラフィックを BigIP が再度暗号化して転送することができます。これがあれば新しいソリューションを追加する際でもサービスチェーンに挿入するだけでできますよ。じゃあ、今度のリフレッシュでぜひ高速なモダンアプリケーションプロキシへのアップグレードを検討したいと思います。ところで、プロキシの仕事で申し訳ないんですけども、この手紙を大阪の伊藤さんに渡してくれない？もちろん大丈夫です。じゃあ行ってきます。なんだろう。手紙？ハンコが欲しい。はい。これはここに出せば。伊藤さんの捺印いただきました。さすがプロキシのエキスパートも高速ですね。ということで、今回のテーマ、フォワードプロキシを見てきました。ありがとうございましあた。りがとうございました。次のリフレッシュの時は、最近のアプリケーション利用動向も踏まえて、ぜひモダンなアプリケーションプロキシをご検討ください。BF5